排気量が 1.78cc ガソリンってなっています。高速道路って本来お金を払ってるんで楽しく走れた方がいい。キクシンチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日のね動画のテーマは、ライトキャブコンのねデメリットというものをねちょっと紹介していきたいと思います。浜松にね先日行ってきて、その動画の中でもねちょっとね出してるんですけど、こういうタイプの、タウンエースであったりとかボンゴであったりとかね、今もねタウンエース新しい方のね400系っていうのかな、のタウンエースのやつとか出ていますけども、それのねデメリット、今回はそのデメリットにね注視してやっていきたいと思います。まずはね一つ目は、パワーがないということですね。排気量が少ないために、パワーがありません。排気量が 1.78cc ガソリンってなっています。エンジンが非常に小さいエンジンをこの床下に積んでおります。この車両の場合馬力は82馬力、トルクは 14.5 キロっていう風になっています。最近のね例えばカムロードとか、例えばハイエースの 2.7 とか、そこら辺だと150馬力とか160馬力ありますので、それに比べると、排気量が小さいのでパワーも半分、トルクも少なくなっているので、どうしてもね高速道路が苦手です。で、高速道路が苦手、スピードが出にくいということですね。アクセルを全開にすることによって、交通の流れに乗れない、80キロ出ない、100キロ出ないというわけではないんですが、スピードが出ないという状況は非常にね運転をしていては疲れるんです。特に高速道路で追い越しをねしようかなと思った時に、やっぱり後ろからね追い越しするのに時間がかかるので、後ろから来る車をねよーくチェックしなきゃいけなかったりとか、あとはね上り坂下り坂で、上り坂になるとスピードが減速してしまうので、後ろの車に迷惑をかけないようにとぐーっと思いっきりアクセルを踏んだりとかね、そのアクセルのオンオフの繰り返しが大きいんですよ。でこれがね結構疲れますね。交通の流れでスムーズに高速道路の交通の流れに乗っていくためにかなり気を使わなきゃいけないのと、あとアクセルを強く踏み込んでそのたんびにエンジン音が大きくなる。これはね非常に運転して疲れるので、高速道路を走るのがね楽しくないんですね。高速道路って本来お金を払ってるんで楽しく走れた方がいいんです。気持ちよくね、やったー高速だ、こっからはピュンピュン行くぞーっていうね、気持ちよくスーッと走って目的地に行くぞーっていう楽しさが本来高速道路ってあると思うんです。こういう大きなバイクなんかはねやっぱり高速道路が楽しい。それはスピードを出すとか制限速度がありますから、スピードを出すとかっていうわけじゃなくて、パワーに余裕があるとねすごく気持ちいいんです。追い越し車線に出て追い越すのもスムーズですし、ゆっくり車線で周りの交通に合わせるのにもスムーズですし、エンジンの音も静かなので非常にエンジンのね回転数も少ないので静かだし、すごくね楽なんですよね。なのでせっかくね高速道路を旅に出るんであれば、やっぱり高速道路は楽しく走りたいという意味ではですね、こういうタイプの、1800cc ぐらいのねキャブコンタイプの車は高速道路が得意ではない、つまり高速道路があんまり楽しくないということなんです。私がね遠方地にフェリーで行ったりとかするのはそういう理由です。それであればガソリンではなくディーゼルを選べばパワーはあるんじゃないかなって思う方いるかと思うんですけど、これ大切なことがあるので一つ覚えておいてほしいんですけども、同じ車で同じ排気量であればガソリンでもディーゼルでも実はねそんなに大きくパワーは変わらないんです。よくねハイエースとかでディーゼルの方がいい、ガソリンの方がいい、もしくはカムロードでもそうです。ディーゼルの方がいいですか、ガソリンの方がいいですかっていうお話があると思います。ただ日本の法律で、4ナンバーがベースである車両に関しては、ガソリン車はだいたいね 2000cc までになっています。それに対して4ナンバーの車両でも、ディーゼル
ディーゼルは排気量が何 cc でもいいというルールになっています。なのでカムロード、例えばよく見かけるキャンピングカーのカムロードなんかはガソリン車は 2000cc、 ディーゼル車は 3000cc のターボエンジンになっているんですね。でターボエンジンっていうのはどういうことかっていうと、エンジンに取り込む空気を無理やり強制的に詰め込んで、普通はこのぐらいの容量であったらこのぐらいの空気が入るところにこのぐらいの容量に詰め込むことによってこの 1.5 倍ぐらいの空気を詰め込んで爆発させるっていう構造なんです。つまりターボにすることで排気量がアップする。だいたい普通の車であったら 1.5 倍ぐらいにパワーアップするというふうに考えてもらえればいいかなと。 1.5 倍ぐらいの空気を詰め込むことによって 1.5 倍ぐらいの排気量になるのと同じ効果が得られるというふうに考えてもらえればいいかなと思うんですよね。そうなってくるとね、ガソリンは 2000cc、 ディーゼルのカムロードは 3000cc のターボのためにいわゆる排気量で言ったら 1.5 倍ぐらい、つまり 4500cc ぐらいのエンジンを積んでるってことになります。 2000cc のエンジンと 4500cc のエンジン、ガソリンだからディーゼルだからっていうか、そもそも排気量が違うよねっていうことになります。ディーゼル、ガソリンかディーゼルかって比べてる前にもう排気量が倍ぐらいのエンジンのものをどっちにしますかっていう風に選んでるっていう風に考えてもらえばいいかなと思います。はい、話が長くなりました。じゃあこのタウンエースとかボンゴとか、どうなってるのっていうと、現行のタウンエースはガソリンしかないです。 1500cc のね。でこのタウンエースとかあとボンゴとかはディーゼルが選べます。ディーゼルターボもあるのかな。ただ例えばこのタウンエースのこのちょっと前のタイプだとガソリン車が 1800cc です。でディーゼル車は 2200cc のターボがついてないエンジンです。ってなると実はあんまりパワーは変わらない。でね、パワーに関しては馬力に関しては実はガソリンの方が高くて、3馬力ぐらいね。でトルクに関しては 0.5 キロぐらいディーゼルの方が高いっていうね、ほんと誤差のような感じになっているんですよね。なので、ディーゼルを選んだところでね、実はあんまりパワーがないので、いずれライトキャブコンはパワーがないなって思ってもらえたらいいと思います。北海道東北にお住まいの方で下道をね、基本下道でたまに高速だよっていう方にはおすすめなんですけど、例えば首都圏にお住まいでね、だいたい出かけるときは必ず高速道路を使うよっていう方にはちょっと排気量の大きいカムロードタイプを選んでもらった方が高速道路の旅がね快適で楽しくなるんじゃないかなって思います。キャンピングカーっておもちゃだからさ、やっぱり走ってる時楽しい方がいいっていうのは絶対ですよね。ライトキャブコンの、デメリットその2、燃費が悪い。はい、これはねライトキャブコンというか、やっぱこのクラスのガソリン車に言えることなのかな。ハイエースも多分 2000cc のガソリンは多分燃費が悪いんじゃないのかなと思います。どうしてもさっきのお話とつながってくるんですけど、力がないものを頑張って走らせるっていうことは燃費が悪いということになるんですよね。小さいものを、大きな力で動かしたいと思ったらその分運動回数を増やさなきゃいけないので、どうしてもね燃費が悪くなります。この車も、一般道だとね9とか10とか走ることはあります。ただ北海道の3日間の旅で最高で10なので、10以上走ることは多分ないんじゃないのかなと思います。一般的にね、僕のこの田舎町を乗って歩くと大体8から9ぐらいで、高速道路はね前回東京行った時は6キロ台を記録してしまいました。ださっきのパワーがないよっていうのも相まってどうしても燃費が悪いんですね。でガソリンなので今ガソリンも高いので、そこら辺のランニングコストというか、長距離を結構走るよっていう方にとってはちょっとガソリン代が気になるんじゃないのかなと思います。で昨年のね秋のキャンバケに行った時にですね、僕ボンズキャンパーさんから、3000cc のカムロード、現行の1個前のカムロードですね、そちらの方をお借りして走ったらですね、なんと
ディーゼルだった、3リッターディーゼルだったんですけど、パワーもあるし、燃費もね、リッター10以上走ってました。ディーゼルっていうことも、ディーゼルターボっていうさっきのパワーがあるから、エンジンの回転数をあんまり回さなくてもいいです。エンジンの構造自体がそもそもね、燃費もよく走るように作られているので、やっぱ高速を対応する、それからガソリン代が気になるっていう人は、やっぱり排気量の大きい、もしくはターボ付きのディーゼルエンジンの、ワンランク上のね、カムロードとかを選んでみるのがいいんじゃないかと、そういうふうに思います。はい、次、3つ目、デメリット3つ目。ガソリンタンクが小さいということですね。はい、こちらね、本邦初公開。どういう風にね、ガソリンを入れるかっていうとですね、ここに蓋があります。給油と書いてある。これを回して開けます。で、ここにレバーがあります。ここを上に開けます。そうすると、こういうタンクが見えてきます。この蓋ありますね。トヨタって書いてます。これね、AE86 と同じ蓋です。はい、マニアックな情報です。品番が一緒です。ね、このトラック、1800cc のもともとタウンエーストラック。同じように似たのでね、ボンゴトラックとかもあります。で、新しいタウンエーストラックもそうなんですけども、もともとね 0.8 トン車とか1トン車がベースなので、長距離走ることを考えられていません、あんまりね。そのために燃料タンクがちっちゃくて40リットルちょっとしか入んないんです。はい、なので、さっき言った燃費が悪い。燃費がね、例えばリッター7とか走ってて、40リッターだとね、7、4、28で300キロ走れなかったりするんですね。300キロ走れれば次の給油場あるだろうっては思うんですが、これね、高速道路に乗った時なんかに高い給油所で入れないといけない。一回降りれば10円とか20円安いんだけど、どうしても高速道路を降りると高速代が高くなっちゃう。でもだからそこでガソリンを入れなきゃいけないみたいになると、高いガソリンを入れなきゃいけない。本来町場をね、市街地をちょろちょろ配達とかで使うためのトラックを、長距離に出かけられるようにっていう風に改造したものなので、どうしてもね、そこの、不便さというか、その燃料タンクがちっちゃかったりとかして、長距離走る向きにね、1回の距離を長距離走る向きにね、合ってなかったりするんです。そういう意味も含めて、やっぱり高速道路があんまり得意じゃないんだなっていうところにつながってはくると思います。はい、次のデメリットはエアコン問題です。はい、これはね、全てのライトキャブコンに言える問題ではないんですが、私のこのバンテックアトムはエアコンがついています。これリアエアコンがついています。これはね、エンジンの力で、使えるエアコンなので、走行中はね、標準で後ろに乗ってる人たちも涼しく過ごせます。で、その上、家庭用エアコンを積んでいるので、エンジン停車時でもリチウムイオンバッテリーと合わせてですね、快適に過ごせるんですが、特にね、最近のタウンエースベースなんかのエアだと、このリアに走ってる時のエンジンで動くエアコンがついていない車があるんですよね。それは、ちょっと注意が必要かなと思います。どうしてもそこの吹き出し口からね、使うエアコンで車内全体を冷やす、もしくは12ボルトのエアコンがついてるモデルもあります。12ボルトのエアコンで、冷やすっていう感じになっています。ただですね、12ボルトのエアコンって、走ってる中でもその車のバッテリーからサブバッテリーに充電して、サブバッテリーから、その12ボルトエアコンを動かすっていう感じになってるので、どこかで電気が足りなくなってしまうと、エアコンをね、使える時間っていうのがちょっとね、少なくなってしまう可能性があります。なのでライトキャブコンを選ぶ際に、この標準のエンジンで動くエアコンがついてるのかどうかっていうところはね、確認した方がいいかと思います。稀にね、大きいキャンピングカーでもリアにエアコンがついてないモデルとかもあるので、このリアの走行用エアコンがついてるついてないでね、結構快適性に変わってきますので、ここはね、注意が必要かと思います。
はい、続いてのデメリットですけど、やっぱり車が小さくてボディが大きいんです。タイヤもちょっと小さいです。このトレッドっていうんですけど、左右のねタイヤの幅も狭いんです。なのでそのボディに対してね、このシャーシに対してボディが大きいので、どうしてもね横風にね煽られるケースが多いですね。でさっきのねエンジンパワーがなくて高速走行が疲れるよっていう上に、さらにこの横風である程度ね煽られるんですよね。で横風に関してはね、このキャブコンタイプはどうしても弱いんですけども、特にこのライトキャブコンは横風にはね強いとは言えないので、運転していてやっぱり気を使ったり、乗っていても振られちゃったりするってことがあります。そこがやっぱりねこのライトキャブコンのデメリットでもあるかなというふうに感じます。はい、というわけで散々、このライトキャブコンって吸っていますけども、私は大好きで乗っています。まず車両価格が安くて、で排気量が小さいから維持費が安いね。それから、ボディの大きさ自体はね、この車両も縦5メーター横2メーター高さ3メーターと広い車体になっています。それによって中のねこの居住性とかは大型キャブコンとそんなに遜色なくね使えています。マルチルームがなかったりとかっていうことはありますが、こう引き出すことによってね、こう大人2人がねしっかり休めるぐらいの広さを確保しているバンクベッド、ここの高さもあります。流しとかもしっかりスペースも確保されてて、私の場合は1段ベッドですけど2段ベッドになってる車両もあったり、ここにねこうやって冷蔵庫とか電子レンジが入るスペースなんかもあったりとかっていう風に、収納もしっかりしています。その車自体は小さくて、その運転に関するデメリットはすごいあるんですが、中の居住性だけ言ってみれば普通のね大型キャブコンとそんなに遜色ないところもあります。現行のカムロードは、車体のねシャーシの部分がやっぱり値上がりしたことによって今1000万円では買えないっていうのが当たり前になっています。このキャブコン型、キャンピングカーね。その中で低予算で、楽しめる、誰にでも買いやすい値段であるっていうところは一番の大きいメリットかなというふうにも思っています。そのキャンピングカーを楽しむという楽しさの部分は変わらないというところがこのライトキャブコンのいいところでもありますね。はい、そこら辺のことをねいろいろ考えていただいて、皆さんご購入とか今後ご購入とかを考えている際には参考にしていただければいいかなと思いますね。そう、もし僕だったらこのライトキャブコンでエンジンがディーゼルの 3000cc のターボのね力強い走りのやつとかあったらいいなっていう風に思ってます。なんかねハイエースの3リッターとか 2.8 リッターのディーゼルターボなんとかして乗せられないのかななんていう風にもね日頃考えたりとかしております。はい、皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。